ボンジュール。こちらはベルギーの首都ブリュッセル。今日はこの街ののんびり朝散歩をお届けしたいと思います。その前にまずは腹ごしらえ。これ何だと思いますか？ワッフルを焼く鉄板なんです。宿泊したホテルの朝食ビュッフェになんとこの鉄板があったんです。ベルギーワッフル、ご当地名物。朝食に自分で焼いて食べるなんてさすが本場です。実は私自分でトライしてみて一回失敗したので、ホテルのスタッフの方がこうして助けてくれています。生地を流して鉄板に挟んで3分待つらしいです。周りをきれいにして、さあ開いてみましょう。上にくっついてしまってますけど、でもそこはスタッフの方手慣れたものです。ご覧の通りベルギーワッフルの出来上がり。熱々のワッフルを私のお皿に乗せてくれました。これに蜂蜜をかけていただこうと思います。ご当地名物ですっかり腹ごしらえができたところで出かけましょう。幸いお天気に恵まれて気持ちのいい朝です。この街でもすっかりキックボードが定着しているんですね。向こう側に見えている建物、ちょっと気になりますね。あ、ピエール・マルコリーニ、ベルギーを代表するショコラティエのお店でした。カラフルな帽子がパッケージのテーマにもなっているようですね。マカロンにもちろんショコラも並んでいます。この辺りサブロン地区と呼ばれているそうですが、とってもおしゃれな界隈で美味しそうな店がたくさんあります。これはクロワッサン、パンオショコラかしら。パイ生地の焼け具合が見事。口にした時の音が想像できますね。こちらも何やら魅力的なウィンドウです。キッシュとピザでしょうか。どれも綺麗で美味しそう。一人分のサイズもあってランチに良さそうですね。こちらの方はスイーツ。一人分でもボリュームたっぷり。フランボワーズのシャルロット、食べるのがもったいないくらい綺麗です。歩道のテラス席、可愛らしい色合いですね。坂道をずっと降りてきたらトラックまでカラフル。教会の脇にはこんな銅像がありました。後で調べてみると、これブリューゲルの像だったと分かりました。坂道をさらに下の方へ降りて行きましょう。
ブラ通りというこの通り、何でもアンティークのお店がたくさん並んでいるらしいんです。こちらのお店は食器が専門のようですね。どれもとっても魅力的ではないですか？あら、可愛らしい壁の絵がありました。ちょっと脇にそれてみようかな。石畳の坂道、いい感じです。ゴエミオの黄色いガイドブックの表紙があるということは、きっとこのお店とっても美味しいレストランなんだと思います。覗き見しちゃってごめんなさい。内装もいい感じ。今回時間がなくてトライできませんけど、いつかきっと中でお料理食べてみたいレストランですね。さて、アンティークのウィンドウショッピングを続けましょう。あら、こんなところに小便こそ。そう、ブリュッセルの街のアイコンですものね。20世紀のオブジェ専門店とありますが、こちらは壁がすでにとってもいい感じ。古い街並みのところどころにこんな風に陽気な色のアートがあったりして、歩いていてとっても楽しくなります。こちらはステンドグラスのランプシェードの専門店かしら。お店の奥の方には引き出しの取っ手とかなのかな、なんだか興味津々です。朝のこの時間、まだお店は開いていないので、外から見る楽しみがあります。こちらは本格的に取っ手の専門店ですね。きっとものすごい数のアイテムがあるんでしょうね。ウィンドウのディスプレイだけでも壮観です。ところで今朝の散歩はゆるく目的を立てていたんですが、どうやら私の目的地に到着したようです。プラス・ド・ジュドバル、ボール遊び広場というマルシェです。わあ、やってますね。ここには毎朝アンティークのマルシェが立つと聞いていて、一度来てみたいと思っていました。今回のブリュッセルは出張できているんですが、朝時間の余裕が少しできたので、それで覗いてみることにしました。パリにも飲みの市とかアンティークマルシェとかありますけれど、ここはちょっと様子が違いますね。これ売り物なんでしょうか。石畳の地べたに直に並べてしまうという、なんともおおらかな感じがたまりませんね。この辺りはきれいにちゃんと台を出してテントを張って並べてありますが、そうすると心なしか高級そうに見えてしまったりして、まあここは段ボール箱にがっさり
入ったまま並べてあります。この女性は本日のお買い物完了なのかな。それにしても本当にいろんなものが雑然としていて、玉石混交って言うんでしょうか。目利きの人にしてみれば掘り出し物に出会えるところなんでしょうね。もうだいぶ前ですが、パリのお友達がここで買ったというとても可愛らしいティーセットでお茶を出してくれたんですが、彼女曰く持ち帰ってみてびっくりしたのは、シュガーポットの中にまだお砂糖が入っていたんですって。この様子を見ているとさもありなと思います。あれ、この絵の向きってこれで合ってるのかしら。骨董市で安く手に入れた絵が実は大巨匠の作品だったとか、そんな話があったりするのかしら。なんというか生きるバイタリティっていうのかしら。欲、駆け引き、そういうものがひしひしと感じられるようで、ちょっと覗いてみようかしらという軽い気持ちで行った私などは、このマルシェのパワーに飲まれてしまったような気持ちがします。ちょっと疲れました。マルシェを後にしてもう少し歩きましょう。ヨーロッパの夏はテラス席が本当に気持ちいいですよね。オープンと書いてあるので、ここにも入ってみましょうか。こちらは同じアンティークでもおすまししてきれいに陳列されたお店ですね。石畳の小さな広場、坂道になっています。この赤いループはベンチにするにはちょっと狭いけれど、背もたれにもなるのかしら。ここにもウォールペインティング。テーマはきっとさっきの広場の様子かな。高台の上の方までエレベーターで行かれるようになっているんですね。私は歩いて登りますよ。なるほど。エレベーターを降りるとこういう仕掛けになっているんですね。高台から見下ろす広場。おや、屋根の上にもアート。ブリュッセルの朝散歩、いろいろな発見がありました。最後までご覧くださってありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。